こんにちは、宇佐井正宗です。今回はルート作成論の第3弾として、私がルートを作るときに使う方法のうちの理想から逆算法を紹介します。一応振り返りますと、方法というのはルート作成に対する考え方のことを言います。で、代表的な方法が6つありまして、それがこちらのスライドの6つになります。前回は2番目の長関図法っていうのを紹介しました。で、今回は3番目の理想から逆算法を紹介する感じです。では早速話していきます。理想から逆算法というのは理想のルートにできる限り近づけようとする方法のことです。理想に近いルートを生み出すことでタイム短縮を狙うみたいなロジックになっています。で、具体的なやり方なんですけど、最初は理想のルートを知るところから始まります。例えば、タスが使っているルートを参照したり、最短の動線を考えてみたり、みたいなことをして理想のルートを知ります。で、次に理想のルートを実現できる方法を考えまして、軽くタスなどを作ってみて参考タイムを出します。で、最後はタイムを比較して速くなるかどうかを見てみるっていう感じですね。ざっくりとこんな感じなんですけど、何を理想のルートとするかはその時その時で異なります。なので、この後実際の例を見ていきまして、理想のルートがどんなものなのかっていうのを知ってもらおうかなと思っています。で、今回例として話すルートは2つあります。このスライドでいう赤字のルートですね。1つ目が闇に溶ける洞窟ゴロイワスターの RTOC 上ルート。2つ目が水浸しティ透明スターの BLJ ルートです。一応この他にも、例えば炎の海のクッパのアルティメットルートとか、スノーマンズランド池越えスターの RTO 大ジャンプルートとか、これは現行ルートですね。あと前回話したチビデカアイランド箱スターのワンスタールートも理想から逆算法を用いて作りました。では赤字のルート2つを見ていきます。最初1つ目は闇に溶ける洞窟ゴロイワスターの RTOC 上ルートです。このルートは C 上ブーストで加速してゴロイワ地帯を抜ける RT 用のルートになります。私が考えたルートになっておりまして、当時の比較で 0.4 秒程度速くなります。一応倍速でルートの動画を流します。このルートはとあるタスをきっかけにして生まれたルートになります。具体的にどんな経緯があったかを見ていきます。まず、ゴロイワスターの理想のルートなんですけど、2015年頃にタスで C ウェイブーストを利用したルートが見つかって、ワンスターでもそれが使われるようになったんですね。具体的に当時の参考動画はこんなものになります。この C ウェイブーストっていう技を使えば、より早く移動できるので、その分タイムも速くなるといった具合です。なので、2015年当時から C ウェイルートが理想だよねっていうのは分かっていた感じです。この前提情報があってからのルートが誕生するきっかけなんですけど、2019年8月になって C ウェイブーストを利用した新たなタスのルートが見つかったんですよ。そのタスのルートでは C ウェイを使ってほぼまっすぐに進んでいたんですね。ちょうどこの右の画像のような感じです。今までは C 上で右斜めに進んでいたので、乱数次第で2個目以降のゴロ岩にもぶつかるから RT では使えなかったんですけど、その新しいタスのやり方であれば、まっすぐ進めるので、端っこを進むことができるんですよ。つまり、2個目以降のゴロ岩は確実に避けられるってことです。じゃあ RT で使えそうじゃないって思って、RT でもできそうな C 上のやり方を自分の手で試して考えたところ、RT 用の C 上ルートができたっていう感じです。これが一つ目の例でした。続いて二つ目は、水浸しティ透明スターの BLJ ルートです。これは、スターの金網を BLJ で抜けるワンスター用のルートになっております。こちらも私が考えたルートになっておりまして、当時の比較で4秒程度速くなります。一応倍速でルートの動画を流します。
このワンスタールートは、とあるタス動画で BLJ を使っていたことから生まれました。具体的にどんな経緯があったかを見ていきます。まず、透明スターの理想のルートなんですけど、BLJ を利用したルートが理想だと思っています。その理由は、タスで BLJ を使っているし、それに加えて一般的なルート作成理論として、BLJ を使えば、いろいろ無視して素早く移動できるので、秒単位の短縮を狙える可能性が高いっていう理論があるからです。ただ、人間が実行可能で、かつ速いタイムが出る BLJ ルートっていうのが過去になかったんですよ。これが前提情報で、続いてルートが誕生するきっかけなんですけど、2018年頃、YouTube で動画を漁っていたところ、小さいお城で BLJ をするタス動画を見つけたんですよ。具体的には、お城のここで BLJ をして透明防止のスターを取るってことをやっていて、これ人間でもできそうだなと思いました。ただ、ここ以外にも BLJ スポットがありそうだったんで、もう少し探してみたところ、金網で BLJ をするフリーランのタスも見つけたんですね。この2種類の BLJ スポットを知った後、実際に試してみました。で、結果としては、お城の方は人間でできるか怪しいぐらいの超高難易度だったんですけど、金網の方は BLJ 自体は簡単だったんで、この BLJ スポットで速くなるならワンスターで使えそうだなって考えになりました。それで実際に人間でもできそうな感じのやり方を模索して参考用タスを作って投稿したっていう感じですね。最終的に2019年3月にこの BLJ ルートを使ってワンスターを取る人が現れて、以降はこれがワンスタールートになっています。これが2つ目の例でした。最後に理想から逆算法のメリットとデメリットを話します。まずはメリットから2つあります。1つ目はタスやワンスター側で新ルートが見つかれば RT ルートも更新できる可能性が出てくることです。基本的に理想とするルートはタスやワンスターのルートになります。なのでタスやワンスターで新ルートが見つかればそれを RT に適用できる可能性が出てくるっていう感じです。続いて2つ目が大幅にタイム短縮できる可能性があることです。タスが使うルートと人間が使うルートのタイム差が大きいほど大幅にタイム短縮できる可能性が高まります。つまりロマン砲みたいなルートが作りやすいっていう特徴がある感じですね。一方でデメリットはこの方法を用いてルートが完成したとしても難易度が高かったり遅い場合があることです。タスなどを理想として考える方法なので難易度が高くなりがちなのと、タスだから速くなるルートもあるせいでこういうデメリットが発生します。例えば難易度が高かったものとして水浸シティの RT エレベーター抜き案っていうのがあります。具体的にどういう案かと言いますと、視点をうまく利用してくぼみ入力でエレベーター抜けする RT 向けの案になります。私が発案したもので6秒程度速くなるんですけど、Y 座標の調整と1フレーム単位の入力が必要なんで実用化されるまでには至らなかった感じです。動画はこちらになります。具体的にエレベーター抜けを成功させるには、最後の壁キック時に Y 座標がある特定の範囲内になるように調整しないといけなくて、その上、最後の壁キックを出したら、スティックを右下くぼみに2フレーム、3フレーム目から真下くぼみに変える必要があります。だけど、これら条件を同時に満たすのが超高難易度で、エレベーターを抜けられなかったり、抜けられたけど右に抜けてしまったりしちゃうんですね。なので、大幅タイム短縮が狙えるんですが、RT で実用化されるまでには至りませんでした。こういう難易度が高すぎた例も結構ありますね。以上が理想から逆算法のメリットとデメリットでした。今回は私がルートを作るときに使う理想から逆算法を紹介しました。個人的にこの方法はロマン法を作りやすいっていうのが一番の特徴で、案を作ってる時からどんなエグいタイムが出るのかワクワクする方法かなって思います。さて、残りの方法はあと3つになるんですけど、内容次第で1つずつ紹介するか、複数にまとめて紹介するかを考えておきます。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。